幼稚園内容の矢野です。本日は、夏にぴったりの、冷やし担々麺をご紹介していきたいと思います。で今日使うのがまずは、普通に担々麺なんで麺とトッピングで白ネギ、ナッツ、ラー油ですね。あとチンゲン菜で、上にのせるミンチジャージャンっていうのを今からはちょっと作ってはいきたいと思うんですけれども、シンプルなジャージャンです。豚ミンチと、甜麺醤とあとお醤油、これで、ジャージャンを作っていきます。でスープですけれども、もうすでに材料すべて合わせたものをこのボウルの中にも入れて、しっかり冷やしたものをご準備してるんで、もう簡単です。あとはジャージャン作って麺ボイルして、冷やしていくっていう感じなんで、早速ジャージャン作っていきたいと思います。ジャージャンっていうのは普通大体豚ミンチで作るの？いろいろですけど、麻婆豆腐は基本的には牛ミンチで作るのが基本なんですかね。でも豚ミンチで作るところの方が多いです。牛ミンチで作った方が牛の甘みが出たりとかするんですけど、豚の方が今はメジャーですかね、主流なんですかね。逆を言うとうちはもう魚でジャージャン作りますね。普通に鍋に油入れて熱したところに。で基本的にはジャージャン作るとき、今回これ 200g 入ってるんですけど、 200g に対して大さじ3倍ぐらい結構多めの油入れて作るんですよ。で強火で一気に炒めていくんですけど、僕あんまり油っこいの好きじゃないんで油少なめでいいです。大さじ1あるかな。通常その油多いっていうのは何か理由あるんですか？油も食べてもらう調味料で強火で炒めていくんですけど、基本的にはこのほんまやったら油が多い中に入れるんで、油がまず濁ってくるんですよね。ミンチの水分とか油分で。それを炒めることによって油が透明になってくるので、そうなれば調味料を入れて、また強火で炒めていくっていう感じなんですよ。基本的なんですけど、そうすると肉の表面にだけ、味が乗った状態で出来上がりっていう風になるんで、僕は基本的に僕が作るジャージャンは色が変わったら調味料を入れていくんですけれども、醤油でこれ甜麺醤。甜麺醤って多めには使います。ここから強火ではなくて、肉の水分とかも旨味とかもここの中にじゅわっと出てきてるんで、これをもう一回肉の中に戻すっていうイメージですかね。調味料も含ませながら。こうやって結構水分が多い状態に現状はあるんですけど、これをゆっくり煮含ましてあげるようなイメージで作るジャージャンの方が僕は好きですね。ゆっくりやっていくことによって水分、旨味、味っていうのが全部肉の中に戻っていってくれるっていうイメージですかね。でゆっくりやっていったら徐々に音が変わってくるんで、煮詰めてるっていう音よりも炒まってるっていうブジュブジュ言うてる音がしてきたらもう完成ですかね。これはもう油しか出てこないので、あるのは油。これで OK です。あとは担々麺、冷やし担々麺に使うんで、これを冷蔵庫で冷やしておく。今回のジャージャンです。他にどういう料理に使いますか？これジャージャー麺とかにも使えますし、もちろん麻婆豆腐にも使えますし、このまま白ご飯の上に乗っけて食ってもうまいと思います。結構日持ちってするもんですか？しますね。もう1週間ぐらいは全然するんで。この動画がいいと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントも、よろしくお願いします。で麺を茹でていきます。まず最初に、準備するものはもう普通に氷水とざるとは、準備しておいてもらって、で、チンゲン菜入れていきます。芯の部分から、皆さん知ってると思いますけど、葉っぱの方が柔らかいんでね、20秒ぐらい茹でてもらったら、あとは
で葉物はあまりボコボコしたお湯の中に入れると葉っぱがこう溶けてしまうっていうんですかね。で形きれいに残ってくれないことがあるんで、ゆっくりボイルしてあげたらいいと思います。氷水に落としてで麺茹でていきます。麺も今から茹でるのは普通に市販されてる卵麺。これ表記上は2分って書いてあるんで、まあ、2分普通にあったかい状態で召し上がるんやったら2分でいいんですけど、冷たい麺にする場合は1分ほど多めに茹でてください。でこの後氷水さらして締めるんですけど、締めたら麺って硬くなるんで、2分って書いてあるところ2分で茹でて締めると硬くて食べれないんで、少し柔らかくボイルしてあげたら美味しく仕上がると思います。冷たい麺というのは、はい、お店からすると面倒くさいんですか？何ていうんですか、そのオーダーで入ると。オーダーが入ったら手間かかりますし、はい、うちは場所も限られてるんで、麺をボイルするスペースがないんで、鍋1個ずっと3分間とか2分間取られるじゃないですか。でプラスソースを作らないといけない、具材を用意しないといけないってなると鍋3つぐらい必要になってくるんですよ。だからラーメン屋とかやったらもう全部具材が出来上がってて、麺ボイルするところがあって、スープはスープで別で仕上がってるわけです、はい、だから流れるようにできるんで、冷たい麺をやろうと思ってもワン工程、増えるだけでいけるんで全然問題はないんですけど、うちだときついそういうことですね。きついですね。営業の流れの中にこれぶち込んでくると全部ストップしちゃうんで、僕の中ではハードル高いです。ボイルできたんで引き上げていってで、このまますぐに氷水を落としてもらってもいいんですけど、麺って結構ぬめりがあるんで、まずぬめりを落とすために、普通に水道水でガッとぬめりを落としてあげます。まあ、これすることによって粉っぽさっていうのはなくなってくれて美味しく食べれると思うんですね。から、氷水に落としてしっかり冷やしていく。でこれはあまり氷水につけすぎても水っぽくなってしまうんで、しっかりと冷えて、コシが出たらもう引き上げてもらって、あとは盛り込んでいくっていう感じですね。で盛り込んでいきます。よく水分で揚げた麺普通にもう持って、でボイルした信玄菜です。これがしっかり冷やした担々麺のスープ。ごまがどうしてもね上に浮いてきてしまうんで、使うときはよく混ぜてから使ってあげてください。お好みです。ちょっと、白ネギと砕いたナッツとでさっき作った、ジャージャン冷やし固めてあったやつですね。お好みなんで多く入れれば多く入れるだけ、ちょっと味濃くなりますけど、しっかりとした味付けの担々麺になると思います。で最後にラー油ちょっと周りに散らして、はい、これで完成です。じゃあいただきます。はい、どうぞ。こんな感じで混ぜて。はい、もうお好きなように混ぜて召し上がってください。いただきます。メイナッツが結構効いてますね。結構香りすると、味もすると思います。普通の担々麺よりもしっかりとこう
冷やし担々麺よりはコクがあって深みもあるかな。ごまだけじゃない。はいはい。この白ネギもすごいさっぱりしますね。冷たいのに合いますね。アクセントですね。はい。しっかりミンチ絡めてもらったらまたちょっと肉の味とか甜麺醤の甘みとかっていうのも感じる。また違う味。このジャージャンがすごい味がしっかりしていて、これが多めに食べるのとさっきと混ぜて食べるの全然変わりますね。変わりますよね。確かにご飯にかけて食べたり美味しそうだなと思いました。さっき聞いてて白ご飯にかけて食べるのめっちゃ美味しそう。しかも結構手軽にお家でも作りやすいので、作り置きしといても、はい、すごい美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。JR 福島駅から徒歩5分圏内、シーフード魚介を中心とした中華料理、ウオチャイナーようです。皆さんぜひよろしくお願いします。